年を取ってくると大物を釣るとかたくさん釣るとかそういう本能を持って釣りに挑むより川の魚から翻弄されたり、遊んでもらってる感じかな。それがだんだん喜びに感じてきました。永遠に答えの出えへん自然の摂理っていうのかな。それにもがきつつそこに夢中になれる幸せを求めてるみたい。でもそれこそが長年の仕事として竿作りを継続できて成熟できてきた要因でもあるんかもしれんね。そういう意味で子供の頃から通ったアド川とか僕にとっての原点やし、今も昔も自分と向き合うことができる変えるべきところですね。フライフィッシングに使う竹竿を作り続けてもうかれこれ40年近くになりますかね。業界ではロッドビルダーと呼ばれています。この竿作りを始めたきっかけというのはそれはやっぱり単純に釣りが好きやったからなんですよね。で釣り好きに加えて僕音楽も好きやったんですよ。でそういうこともあって、いわゆる堅い堅実な道を歩むことが僕はできひんかったんですよね。サラリーマンになるとか。それで釣り師になるのかミュージシャンになるのか、その頃バーテンやりながら葛藤の日々を送ってたんですね。で結局釣りの道を歩んだんです。でも自分が竿作りを始める当時は日本においてフライフィッシングがまだちょっと敷居の高い高尚な趣味やったんですよね。でその後ブラピでおなじみのリバーランズ・スルイットという映画が上映されてそれが流行って大衆化していくんですよ。1992年頃ですかね。その当時から僕は竿作りの他にも雑誌の取材とかお店屋さんのイベントとかでフライを巻いたりキャストしたりすることを教えるようなアルバイトをしてたんですよね。それが結局日本国内でフライフィッシングを広める役割を今思えば担っていたのかもしれんですよね。It doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. I am speaking from experience. I don't wanna run no more. I don't wanna run no more. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down the barrel of a gun, and the devil's had his sights set on me since the day that I took sides with the sun. Now every morning I go to war with the ghosts I met the night before, trying to find the grace in my mistakes. And there's monsters beating down my door. They're hungry for a soul that's torn from all of the running that I've done. I don't wanna run no more. I don't wanna run no more. I don't wanna run no more.
僕が渓流釣りを始めた10代の頃、いわゆる中学生ですよね。自宅の京都市内から滋賀県の安堵川まで自転車で通ってたんです。京都の市街地から大原を抜けて、滋賀県に入ってしばらく北上すると花折峠というすごい急勾配な峠があるんですよね。当時はまだトンネルとか広い立派な道とかなかったんですけど、その代わり今よりもっと自然が豊かでした。この辺りは昔から桂川と呼ぶんですけども、伝統的な山の暮らしとかもね、当時はこの地域にたくさん残ってましたよね。天然の渓流魚ってね、とても綺麗なんですよね。でも本当の天然アマモはもう今の安堵川の本流には存在してないんやろうかね、なんやろかね。でも安堵川には小さな支流や谷がたくさんあるんで、そこに天然の血統がまだ行き継いでると思うんですよ。だから僕にとって最も大切なのは、彼らが今後も谷でね、ずっと生き続けられるように見守っていきたいと思う。こういう谷の小さな魚の存在ってね、釣り人しか分からないんですよ。だからこそ見守っていきたい。この仕事が全盛期だった頃には、フライの本場であるアメリカに僕の竿の販売とか古い竿の買い付けに行ったりもしてたんです、アメリカのね。またある時には未知なる大物を求めてロシア行ったりアマゾン行ったり、トローリングでカジキ釣るのにハマってたこともありました。
でもね、こういった刺激と興奮を求めてね、世界を長考するっていうのは確かにその時は楽しいんですよ。でもね、それはずっとやり続けたいことではないんです。自分がこの年になって思うのは、過剰な刺激や興奮は永続的な幸せにはならへん。過剰にたくさんの魚釣ったりね、過剰な情報に振り回されたりね、過剰に便利さを追求するとか、今は過剰なものに溢れ返ってますよね。でも本当の幸せや喜びとかね、やっぱり少し不便で地味なところにあると思うんですよ。フライフィッシングの本当の魅力っていうのも、そういう不便でなかなか釣れへん。奥深しいところにあるわけですよね。だからこのアドワンはいつまでも一筋縄でいかない、夢中にさせてくれる川であってほしい。そしてね、僕が愛してやまないこの桂川と朽木の山里の風景がいつまでも変わらへんものであってほしい。あとはね、美味しいサバ寿司とね、そしてお酒があればそれでいい。僕が幸せだと感じるのはそういうところです。